こんにちは、しょうこです。今日はパニックアタック、パニック症候群かな、日本語で言うとについて話そうと思うんだけど、私27歳の時にパニックアタックになって、自分がまさかそんなパニックアタックとかなるような人間だったんだって、その時に本当に思ってびっくりしたっていう話で、25歳の時にイスラエルでイスラエルの方と結婚して、その人とは結局付き合ってトータルで7年で、結婚生活は5年だったんだけど、とにかく大好きで、その人のことがだったんだけど、いろいろあって、ちょっとこの説明をするのはもう複雑いっぱいありすぎて、ちょっと何から話したらいいか分かんないけど、10代20代の頃ちょっとドラッグをしすぎて、今思えば、それが全部関連してるなっていうことだったんですけど、結局私が23歳ぐらいの時に、ドラッグをちょっとやめて、子供が欲しいなと思って、そしたらそっからかな、なんか今思うとそっからなんか自分が自分じゃない感じぐらい、もう怒りとかがすごくて、もうその人と何かあるたびにすごいなんかもうイライラっていう気持ちが抑えれなくて、でそれがどうしようもないっていう、結婚生活が続いて、当初3年ぐらいイスラエルに住んで、その後にアメリカに彼と一緒に引っ越して、で一緒にビジネスをやろうっていうことで、アメリカ引っ越して、もうね、いろんなことがありすぎて、もうそれもストレスだったし、多分そのドラッグの後遺症のせいで感情がうまくコントロールできないっていうので、彼と何かあるたびにわーって怒って、もうお互いね、最初は彼は絶対我慢してたんだけど、私がもう「オラー!」みたいな、本当にひどかったの、今思うと。である時、もうだんだんやっぱり心も疲れてきて、お互いで27の時に一回日本に帰って、ちょっとね距離取って休もうって思って日本帰ったら、急に夜なんか足がムズムズして、つま先がなんか電気が走ってるような状態になって、あれなんか変な感じってなって、でなんか心がそわそわして、なんかバクバクしてきて、なんか心臓が破裂しそうってなって、急に怖くなって寝れなくなっちゃって、でもその夜怖い怖いで全然寝られなかったのね。で2日目になって、怖い怖い怖いってまたなって、もうさすがにちょっとなんか精神的にやばくなって、足のしびれが取れなくて、ムズムズかゆいっていうか変な感じで、不安になって、で3日目の夜に初めてお母さんに泣きついたの。で泣きついて、お母さん怖い、どうしよう、寝れない、本当に苦しいって、でわーって、寝れないよ、大変、どうしようみたいになって、そしたらお母さんが、私のお母さんってそんななんかハグしたりとかするタイプじゃない、もう日本人女性、ピシッとしてて、大丈夫やろみたいな、なんか芯の通った女性なんだけど、人生で初めてなんか何も言わずにハグしてくれたのね、ギュッて。でもう大泣き私ずっとしてて、泣きそうそう大泣きしてた時に、なんかすっごい安心したのね。お母さん大丈夫だよみたいな感じで何も言わなかったんだけど、うちのお母さんは。でも大丈夫だよって、大丈夫だよってハグしてくれて、ですごいワンワン泣いて、でその日からどれぐらいだろう、2ヶ月半とか3ヶ月ぐらい、毎晩私が寝るまでお母さんハグしてくれて、私が寝るまでで毎晩寝てたんだよね、そうやって。で私27歳ねでやっぱりそれでもやっぱね、足がね、なんか電流が走るみたいな感覚とかが消えなくて、でしまいにはなんか外に出るのさえ怖かったのね。なんかわかんない、なんでかわかんないけど、もう不安でしかなくて、でなんかそう思うともう心臓がもう破裂しそうになって、で夜とかもなんか寝れないことに関して辛いとかで、その時にでも一回精神病院みたいな行ったのね。で日本ってさ、精神病院って怖いよね。なんか行ったらさ、初めて行ったのね、日本の精神病院みたいな。そしたらさ、もう行った瞬間にもう、ここやばいとこなんかもって思ったの。もう座ってて、もう下向いてブツブツ言ってる男性とか女の人、ボーっている人とか、なんか
すっごい精神的にやばいっていう感じの人がいっぱいいて、あかん、私もこういう感じなんかなみたいな。でなんかそんなひどいんかなって思ったら余計に怖くなって、でもそのお医者さんと話したら「あ、大丈夫大丈夫」って言って「薬処方しとくね」って言われて、でしかも言われたのが「もうそれパニック症候群だわ」って言われて、なんか言われた時にほっとした自分もいたけど、なんか不安になった自分もいたのね。なんで自分がこんなになっちゃったんだろうみたいな。でもなんかお医者さんはまたその判断だけでそっからのケアってそんなないのね。でただ、薬出しとくから様子見てみようっていうので内服薬みたいなやつを出されて家帰ったの。そしたらお母さんに「いやあまり飲まない方がいいんじゃない?」って言われて「そうだよね」って「私も飲みたくないんだよね」って。でも本当にもう寝れないっていうのが苦しくて、であと外に出れないっていうのがもう本当に怖くて、なんかもうその時に私一生こういう人生を送るんかなって思った時にいろんな考えが起こったの。私何したの、なんでこんな人生を送ることになるのとか、なんかもう一生こんなで生きていくのめっちゃ嫌や、めっちゃ怖い、どうしようみたいな、もうぐる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 って、もう本当にそれで頭の中いろんなこと考えたよね。このままだったらどうしようとか。でも薬をとにかく飲むのが嫌だったし、もうこの状態で生きていくのが嫌って思ったから、よし、とにかく何かもう治せる方法をとにかく探そうって思って、そっから、ヨガやってたんだけど、なんかそんなにね真剣にオラーってやる感じじゃなくて、でもなんかその時にいろんな本読んだりとか、脳科学とか心理学とかもうめっちゃ読んだの。そっから自分でこれいいなって思ったやつをやってたのね。でその一つがこれすごいいいかもって思ったのが呼吸法で、なんかその呼吸を深く8回するだけで、80% の人がうつ病を改善したみたいな記事をたまたま見たのね。何で見たか覚えてないんだけど。でそっから毎日呼吸法やって瞑想やってヨガっていうのを朝昼晩ってやったの。とにかく信じてみようって。でももちろん2日3日やっても全然何も変わんないし、で1週間経ったぐらいからあれちょっといいかもって思って、でたまたまなんか同じような状態の子がいたのね、友達で。でその人にちょっと会ってみいへんみたいになって、で会って、でその人と会うのはいいの、なんかお互い同士だから、なんか精神的に参ってるから。でもその人となんかちょっと本屋でなんかそのうつ病とかそっち系のやつちょっと元気のなる本買いに行きたいからちょっと見に行かへんみたいな感じで行って、2人で行ったの。そしたらその人はまだ大丈夫だったけど、私がまた怖いみたいな、もうすごいやばい心臓がみたいになって、さあその人が慌ててあかんわあかんわっつってちょっと車戻ろうって言って、そう車戻ってそのまま家帰ったってぐらいまだ症状が悪くて、で私その時にどうしよう本当にやべえわみたいな、治るかなみたいな、すっごい不安になったんだけど、それでもやっぱり諦めずに絶対治したるって本当に思って、でとにかく、ずっとその、呼吸法と瞑想とヨガを、朝昼晩ってとにかくずっとやったのね。でそれと同時にもちろんなんかその心理学やら脳科学、どういうふうに脳が、そういう不安を寄せていくのかとか考え方とかいろいろ読んで、なんかそうするとね結構負に落ちてくものがだんだん心に入ってて、ちょっと楽になってく感じが分かったのね。で一つすっごいなんかためになったというか、すごい助けられた言葉があって、それがなんか心も、頭も体も癖があると。だから例えばね、人間って不安とかになると怖い不安みたいな、気持ちになるじゃん。でもこの不安っていうその心がねドキドキしたりするのって実はもしかしたらワクワクかもしれないっていう。なんか人間ってなんかこう体がねなんか反応した時に一番自分の中に引き出しがあって、一番今までの記憶で簡単だった感情にピッて反応するみたいな。だから例えばやばいなんかゾワゾワするって思ったら不安みたいな。
でも実はそれがワクワクっていう風に思ったら、どんどん体がそういう風に記憶してって、そのドキドキがワクワクでになっていくみたいな。そうだからね、全て結局は心と脳みそだから、脳みそがすごいキーワードだっていうことを読んで、そこからなんかその感情がね、例えば不安ってなったら呼吸法を使って、これは不安になってるけど、不安っぽいけど実はだんだん治ってきてるっていう合図で、もしかしたら私の体はワクワクしてるのかもしれないって、要はね、ある意味ちょっと自分に催眠をかけるようなもんなんだと思うんだけど、もうとにかくマインドコントロールをとにかくしたのね。っていうのが、もう本当に薬を飲みたくなくて、自分ならできるってとにかく言い続けて、まあでもその間も夜はお母さんにハグされながら寝てたんだけど、でね、2ヶ月経ったぐらいから、あれなんかちょっと足のしびれがなくなってきたかなって感じになったのね。それと同時にもうなんかだんだんやっぱり結婚生活も考えてきて、彼のこと大好きだけど、もし離婚したら私なんかなんだろう、資格とか一切なくて、なんか高校の時に簿記とかと思ったけど分かんない、簿記が私は簿記系をしたいのかってそうでもなかったし、そうなんか本当に自分がしたいことでなんか生きていけるっていうなんか資格がないなと思った時に、なんかヨガもして、なんかこう瞑想とかもして、なんかすごい私は人生に助けられたなと。でこれを私はいつか人に伝えたいなって思って、でも私はどちらかというとなんかその本場で学ぶっていうことがとっても大事な気がして、だったらインドヨガのルーツである本場であるインド行って学ぼうと思って、そう調べて、でじゃあなんか多分1ヶ月後だったら大丈夫そう、飛行機乗れるかもと思って、もうとにかく集中しようと思ってね、直すので予約したのね。で全てパンパンパンって決まって、よしその日に行こうってで、だんだんまあその1ヶ月間とにかく集中してずーっとやり続けたのね。瞑想、呼吸法、ヨガで本読んだりとか。そしたら本当にある時急になんかしびれとかがなくなって、ふわーってだんだん楽になってきて、でまあでもそのインド行く4日前ぐらいにまだやっぱり不安はあったのね。どうしよう、飛行機乗れるかなみたいな。でも3日2日前ぐらいになると、もう物を用意しなきゃいけないし、のバックパックで行く予定だったから、もう物も集めなきゃいけないしっていうなんか忙しさから、その思考が消えてて不安っていう。でなんと、じゃあもう行ってきますみたいな感じで飛行機パンって乗って、もうバーって、そしたらもうインド着いてたのね。もうその頃にインドに着いた時にはもうその自分がパニックアタックがあったっていうことをなんかもうすっかりその時忘れてたのね。っていうのが、とにかくやらなきゃいけないこといっぱいあるじゃん。もう初めての土地だし、これタクシーセットアップしなきゃいけないとかで、そっから、インドのリシケシュっていうところに2ヶ月半かな行ってヨガを学んで、そうもう朝から晩までさヨガを学んだりとか、ヨガのフィロソフィーとかさ学んで、もうとにかく楽しかったのね。でなんか友達とかもできて、みんなでキャッキャして、でそのおかげでもう日本帰る頃にはもう全くそういう症状が一切なかったのね、もうインドでも。でそこから帰りましたと。でそこからもう私は大丈夫だと。でヨガのサティフィケーションももらったし、資格みたいなね、症状みたいな話なんていうの、そう証明書か、インストラクターになれて、そこからアメリカに帰りましたと。でそっからでもパニックアタックって、ちょっとこれはね、やっぱり心の傷じゃないけど、それだけ自分は自分を傷つけてたんかなみたいな、無理させてたんかなっていうのを改めて思ったのが、そのインド行って結局パニックアタック治ったなって思ったんだけど、アメリカ戻ってやっぱりストレスっていうのがやっぱまた来たのね。でそのストレスが来ると、またゾワゾワ、苦しいとか足がしびれるみたいな感覚がまた来たの。ごめん、ウィンウィン言ってる。そうまた来たのね。でその時にどうしようまた。でもその時一瞬不安はあったけど、絶対にもうあの時の自分にはならないって言い聞かせたし、分かってたの、なんか絶対ならないって、もう一回それなってるから。でもそれを何回も繰り返したよね。で
やっぱりビビたるそう足がしびれるとかはもうそこから結構続いたよね。もう本当に67年ぐらい続いたかな結局。でもなんていうの、普段の生活では支障ないよ全然、そういうのはなかったけど、でもやっぱり一瞬わってなんかストレスがある時にあかんなんかすごい胸ざわざわするわみたいなのがあったりとか。でもずっと、瞑想と、ヨガと呼吸法を続けたのね。だからこそだからでもねやっぱり忙しすぎてできない時期があったの。その時はやっぱり崩したね、体と心。だからその時1年ぐらい1回やらなかった時はヨガも呼吸法も瞑想も、その時に1回うわーって崩れて、であかんあかんと思って戻って、そっから今に至るんだけど、そっから戻ってからはもうやっぱ安定を戻して、いやもうあれは何やったんやろみたいなぐらいになれたんだけど、でもねなぜ自分がパニックアタックになったのかっていうのをいろいろ考えたの。で思ったのがまずは、ドラッグよね。ドラッグはダメだわ、絶対にダメ。そうドラッグについてとかもいろいろ調べたんだけど、ドラッグっていうのはやっぱり高揚感バーって脳みそに与えて、もうアドレナリンとかめっちゃ出て、その後にさーって人間こう落ちてくのね、脳みそ。この興奮っていうのが、その興奮が落ちた瞬間にやっぱりその格差が大きければ大きいほど不安とかそういう要素がこう出てくるのよ。そうだからそれをずっと何年かしてて、で急にパーンってやめたから、もう脳みそもびっくりしちゃって追いつかなかったんだよね、心も。それが一番だったんだけど、でその後に結婚しました。環境もすごい変わりました。イスラエルに3年住んでました。でその間に違う国でね違う言葉言語を話したりとか、もう全然周り日本人もあんまりいない状態で結婚しました。でそこからいろいろあったんだけど、またそれは次回話そうと思うんだけど、それでアメリカに引っ越しました。だからもう心が追いついててなかったんだよね。でその中で、旦那さんとね喧嘩しちゃったりとかして、で本当は喧嘩したくないし、本当はそういうこと言いたくないのに、もう心が追いつかないから言っちゃって、で落ち込むみたいな、本当はそういうこと言いたくなかったのにみたいな、っていうのの繰り返しで、心が本当に疲れちゃったんだと思う。で自分で言うのもなんだけど、パニックアタックとか鬱になる人ってね、すごい人生とか自分とか相手を大切にしてる人だと思うのね。大切にしてるからこそ言いたかった言葉、自己嫌悪になっちゃって、反省したりとか、自分ってなんでこんなことしちゃうんだろうとか自分を責めちゃう。だからそれがたまりにたまってバーンってもう疲れたみたいになっちゃうんだと思う。もうまさにそれが私はなって、だから今ねパニック症候群とか鬱になってる人、いやもう本当に気持ちわかるよ。もう辛いでしょ。でも本当に一つ言えるのは、諦めちゃダメだよ。絶対に頑張って自分がね絶対良くなるって信じて、少しずつでいいから呼吸法やらヨガやら瞑想とか、本当に自然に治る療法が見つかるから。私はねそのスピリチュアルなこともすごい信じてるんだけど、やっぱり科学とかそういう現実的なことで証明されてることがあることで、より私はなんか納得するのね。なんか自分の脳みそはそうなんやって。そうするとなんか治りやすい、私の場合は。だから例えば体のね電流が走ってたっていうのも、なんかある本を読んでたら、心がねバクバクバクとか、そう体がビリビリビリって電流流れてるっていうのは危ないんじゃなくて、もう疲れてるから休んでねっていう体からの優しいサインだよっていうのを見たのね。だからなんか前までは電流走ってる、やばパニックアタックになる、怖いって思ったんだけど、私の体が教えてくれてるんだ、翔子休みなよって。そっか、じゃあこの電流は優しさなんだなっていう風に考えるようになったのね。そう思い出してから、その体のリアクションが怖くなくなったのね。っていうのは、今までだったらやばこうなるかもしれないって思ってたものが、これは教えてくれてるんだ、休めよって。でね確かにその電流がねずっと3
3ヶ月ぐらい続いた時は本当に怖かったし、本当にその感覚今でも嫌なのね、やっぱり。だけどそれが来るっていうことは、無理してるんだな、休めばいいんだなって。でその時にどうやって自分を休めるのか、どうやって改善していけばいいのかっていうのが分かってたら、もう同じ繰り返しはしないのね。そうだから私は自分で見つけたのがヨガと呼吸法と瞑想だったのね。でもちろん、ね、10人十色だからどれがあなたに合うとか分かんないけど、でも確実に呼吸法はパニックアタックとかうつに本当に効果的だと思う。で特に呼吸法ってうつとかそのパニックアタックになる大きな原因っていうのが、ストレスを抱えてる時に私たちって呼吸をしない。でなんで呼吸しないといけないのかっていうと、呼吸をしないと酸素が脳みそに行かない。で酸素が脳みそに行かないと脳みそがすごいストレスを感じて、で危ないよって、すごいストレス感じてますよみたいな、酸素足りてないよっていうサインでストレスになるみたいな、それでうつになる。そうだから例えばさ、もうなんかストレス感じてる時ってこうなってんの、人間ってこうやって。そうすると呼吸してないでしょ、こう詰まってるから。だからこう開いてはーって呼吸するだけでも本当に変わるから。そうだからとにかく今ストレス感じてるな、なんかそわそわするなって思ったら、冗談かのようにもう本当に深く8秒深呼吸して、吸って8秒で8秒吐いて、でこれを8回繰り返して、でその数は多分人それぞれだと思うんだけど、私は勝手に8にしてるのね。っていうのが、8ってなんか無限ループじゃん。だから8回することでなんかもう無限に私は健康みたいなまあそれも思い込みなんだけど、でも本当に深い呼吸っていうのはすごい大事だから、とにかくストレスを感じたら深い呼吸して酸素を脳みそに上げてみてね。何の話してたんだろうまあでも本当にそのように私はパニックアタックと、うつみたいな状態を食らって、自分にで改めて自分をケアするっていうのがすごい大切っていうことを気づいたし、感情ってねコントロールしないといけないなっていうのを本当に思った。当初の私はもう怒りとか悲しみをうわーって出してたんだけど、出すのもいいんだけど、毎日それをやってたら死ぬよね、もう心が疲れて。でしかもそれをすることで自分が嫌になっていくんだよね。なんか嫌だったな、なんか何をそんな私わーってなってるんだろうみたいな。で止めれなくなってたの。だからさ、うまい例えはできるか分かんないけど、例えばさゴムを毎日ビヨンビヨンって伸ばしてたらさ、本当はすごいエラスティックってこう収縮性あるのに、毎日こうやってビヨンって思いっきりやってたらさ、だんだんゆるゆるになっていくじゃん。なんか感情もそういう感じな気がする。なんかもうなんていうの、コントロール効かなくなっちゃって、もう収縮性もなくなっちゃう。だから怒りでバーってね怒りまくってたら、もうそのままコントロールができないような心になっちゃう感じがする。そうだからね、やっぱり感情を表にうわーって出しすぎるのもダメだし、あまりにも感情をこうガーってね自分の中に入れ込むのもダメだし、ダメというか苦しいし、何でもバランスだよね。でそのバランスを見つけてくるのって本当に難しいけど、ちょっとずつ自分がどうしたら楽になるかっていう方法を見つけていくっていうのが大切。そうだから今そのパニックアタックやらうつで悩んでる方、本当に話を聞いてあげたい。私は本当になんだろう、今ねそういう経験を自分がしてきて、ようやく本当に心から幸せになったし、何があっても解決する方法を見つけたんだよね。だから今もインド行って、今スペイン行ってとかこういう暮らしをしてるんだけど、いろいろあるよ、本当いろいろある。なんでって。でも前の自分だったらもう泣きわめいたりとか怒ったりとかなんかしてたんだけど、もうそういうのがないよね。分かりましたみたいな、もうこういうことですよねみたいなこういうこともあるよねみたいな。でもちろんゾワゾワってなんか怒りとかなんか悲しみとか不安とかはあるよ、人間だからね。みんななんか感情があるのは当たり前。怒るのもいいし泣くのもいいし不安になるのも全然いいんだよ。ただそれをエクストリームっていうか、こうなんだろうな、
なんていうの、大げさなぐらいの感情がバーって出た時はちょっと危ねえなっていうちょっと気持ちでいた方がいいかな。まあ、とにかく話ずれたまたごめん。だからそういうことがあったから私は今いつか自分の経験が今苦しんでる人を助けたいと思って、それから、まあ、ヨガもね学び続けて、で瞑想も学び続けて、まあ、いろんな経験をして脳科学を学んだりとか、あとヒプノセラピー学んだりとか心理学学んだりとか独自でねすごい学んできて、で最終章として、まあ、そのインドでまたアシュラムお寺にこもって、まあ、瞑想スピリチュアルの修行してついに、まあ、人を助けたいって思ってやってきたんだけど、なので今ね私はスペインにいるんだけど、ついに瞑想を教えたりとかついに人にねそういうコンサルティングどうやってそのパニックアタックを直していくのかとか、今辛いねうつをどうしていくのかとか、例えばであとなんか同じパターン恋愛パターンがあるとか人生でうまくいかないっていう人たちのカウンセリングをしだしたので、もしよかったら概要欄に私のコンタクト E メールとか書いてあるので、まあ、ちょっとなんか相談したいなっていう人とかいたら連絡くださいはい、私のメソッドは瞑想とあとインナーチャイルドヒーリングでカウンセリングで、まあ、その人に合ったメソッドで解決していくっていう、であなたの良さを引き出していくっていうね、で人生が本当にどんなことが起こっても楽になっていくっていう、自分で解決できる力をつけていくっていうメソッドなので、興味がある人は連絡くださいと。まあね、いや本当にさ今すごい本当に世界中でいろんなこと起こってるじゃん。なんかコロナから始まってでワクチンがいいって言ったらワクチンがなんか今度あかんとかさ、でもしねでも自分が流されない自分でいたら、強い心でいたらそういうのも自分でちゃんと判断できるし、何かあったとて、まあ、いいわこれはもう運命だわとか、なんだろうな、受け入れる体制ができてくる。正直さ人の意見に振り回されて生きるほど辛いことはないからさ。でもそれってやっぱりいろんな不安要素だったりとか、自分なりにその相手の意見を尊重したりとか、まあ、いろんなことがあってね、生きてるじゃん、みんな頑張ってるじゃん。ごめんなんか話がまとまらないんだけど、まあ、要は、今ストレス抱えてる人とか、私がうつになってるとかパニック症候群だしなかなか症状が良くならないっていう人いるとします。あなたがそうかもしれないけど絶対大丈夫だから。絶対絶対っていうことは、まあ、本当に使っちゃいけないっていうけど、でも本当にねマインドは強いから、自分が絶対って思ったら絶対だから、私が言うのはなんだけど、でも私はうつになったしパニック症候群になったし本当に治らないと思ったけど、自分に絶対治るって言い聞かせた。で正直な話言っていい、絶対って言いつつもう絶対治らんわって思っとる自分もいたわけそんなもんだよ。でも絶対って自分に頑張って言い聞かせる。で苦しくなったらいやもうしんどいって思ってもいい、とにかく無理をさせない。でも絶対に大丈夫っていう希望を絶対に捨てない。それが本当に薬なしでパニック症候群とか心の苦しさとかうつとかを改善する一番の方法。脳みそはすごいよ。脳みそは本当にすごい今度ね詳しく話すね。なかなか話がまとまんないから。でも私の話がちょっとでも今苦しんでる人のためになったらいいなと思います。ということでスペインからしょうこでした。じゃあね、またね。